はい、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、エアコンの話です。よろしかったらご覧ください。どうぞ。今年ですね、やっぱり暑いですよね、夏。毎年同じようなことを言ってるんですけど、そんな中でですね、エアコンアバルトフィアット500はエアコンが効かないだ効くだってあったんですけど、確かに日本車なんか時々乗るとめっちゃ効くって感じしますよね。特に僕なんかこうやってサンルーフつけてるから、これ閉めないと、これ閉めるとね結構違うんですけど、撮影のためにちょっと明るくするために開けてるんですけどね。何の話かと言いますと、エアコンね、僕の車って今7年半、今年の冬で8年になる中で5年目ぐらいの時にエキスパンションバルブのジョイントからですね、ちょっとにじみがあって、ディーラーがこれはちょっと交換アッシーだと高くつくから、こういうドクターリークみたいなね、漏れ止め入れてみるかっていうことで、自分で入れてみたんですよ。そしたら、漏れは止まったんですけど、こんなもんかなと。効きもね、だいたいこうやって測って10度ぐらいで、その前に1回2年目だか3年目にワコーズ入れて、ワコーズの添加オイルね、で去年またワコーズの添加オイル入れたんですよ。ちょっと入れすぎかななんて思ったんですけど、そんなわけでですね、エアコンが最近またちょっといまいち効かねえなというところで、ガス管をねちょっと安売りの時に1缶だけ持ってたので、近所のねこうエアコンガスを入れ替えられる機械を持ってるところに行ったわけですね。でそこで計測してもらったらこんな感じで、いい位置にあればいいんですけど、高圧がいいんですけど低圧がちょっと振り切っちゃってるんで、低圧側の数字がおかしいですね。一応数字だけ見るとエキスパンションバルブが壊れてる可能性があるっていう意味合いというか、意味合いなんですけど、はい、ちょっと圧が高いなということで、低圧が、外気温がね38度ぐらいあって暑い日だったので、それにしてはちょっと低圧が高いかなと。高圧も高いんですけど、外気温から考えるとそんなもんかななんていうので、ちょっとどうなんだろうということで、大体車屋さんも普通は大体10分の1ぐらいなんだよねなんていうことで、このまま入れ替えてもあんまり効果ないかもねなんていうことで、エキスパンションバルブを交換した方がいいのかななんていう話したんですよ。とりあえず缶も持ってきたし入れ替えてもらって、現状のねガスの量を測ってもらったら300ぐらいだったので、アバルトは500が標準だから、200ぐらい足んなかったわけですよね。200足んないって言っても全部から岸まで取れるかどうかっていうのもあるので、8割9割取れたとしてもそれにしてはちょっと少ないかということで、だから効かなかったんかもねなんていうので入れたわけですよ、ガスをね。ちょうど持ってきた200がぴったりで500じゃないですか。なので200全部入れて500にして、そしたら全然今度効かなくなっちゃって18度ぐらいで、圧もちょっとまた上がっちゃって、とりあえず効かなくなるのも困るので50抜いて、そしたらちょっと効くようになったので、これでいいかっていうことで、それでね帰ったわけですけど、ちょっと圧が高いっていうのがね、どうしようってことで、バルブが壊れても嫌だな、コンプレッサー壊れても嫌だななんていうので、スナップオンのね機械でやったらもう少しマシになんねえかなということで、
スナップオンの機械持ってるとこってね意外とね少ないんですよ。古い134と新しい1234どっちもっていうデュアルっていうマシン持ってるとこって東京だと2軒しかなくて、これ134なんで134のところでも良かったんですけど、まあどうせなら、一級オートさんが持ってるってまあ皆さんねアバルト乗り結構やってもらってるので、じゃあみんなもやってるし一級オートさんに行こうということで行きました。で一級オートさんでちょうどスナップオンの方もおられてたので、いろいろねそのマシンの説明なんかも聞いて、やっぱりデジタルだし、まあ真空チェックもできる、デジタルでできるからかなり正確に測れるということで期待していろいろやってもらって、結果的にねこんな感じで圧下がって、あよかった、低圧も下がって高圧もちょっと下がったなということで、温度もねこうやって 8.1 とか、まあそのまま続けてる余裕で7度台まで下がっていった感じだったんですけど、まあある程度10度以下になれば十分なんで、まあその辺でそれよりも圧が下がったことでまあ良かったなと。でオイルも結構抜けたので、やっぱりオイル入れすぎてたのかななんていうことで、まあそんなわけで無事きれいになって、ガス圧も適正に500入れても問題なくなったということで、今ねバッチリ、もうね手が痛いぐらい冷たいですね。まあ、ガラスもね交換したし、エアコンのガスも調子よくなったので、すごく夏のねこういうドライブが快適です。 DIY でいろいろねオイルとか追加したりとか、まあ1本ぐらいだったらね僕も良かったんだろうけど、3本もね、まあ、リーク漏れと去年またねちょっと入れちゃってオイルが多かったんじゃないかなっていうことと、あと DIY でガスは入れられないんですよね。いや入れられるんですけど、満タン200だったらね200全部入れなきゃいけない、途中でやめるわけにいかないんで、で入れすぎても戻せないじゃないですか。だからエアコンのガスは必ず DIY じゃなくて、そういう機械が持ってるお店がいいお店じゃないとできないっていうところですよね。シリーズ4は1234っていうタイプの新しいガスなので、まあ、その機械を持ってるとこまだまだ少ないですからね。まあそういったスナップオンのデュアルとか、もしくは1234専用の持ってるところに行くしかないんですけど、やっぱり1234はガス高いですよね。多分134の10倍ぐらいするんじゃないかなって感じですよね。134は数百円で売ってますけどね、この間僕200円ぐらいで買ったんですけど、まあそういうことでですね、 DIY はできないガスの入れ替えをスナップオンでやって、きれいさっぱりになったら、エアコンの効きが良くなったということです。いやこれでしばらくは大丈夫じゃないかなと。エキスパンションバルブ交換しなきゃいけないかなと思ったけど、とりあえず大丈夫そうです。いや社長ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします本当治ってよかったです。バッチリ圧力も戻って、いやさすがスナップオンの機械違いますよねよかった、嬉しい。これでこの夏涼しく帰れます。来る時12度ぐらい、施工前12度ぐらいでしたよね。そうですね。今それが 8.1 度まで下がって、いやよかったよかった。まあそんなわけでですね、今年の夏あと1ヶ月半ぐらいかな、2ヶ月ぐらいまだまだ暑くて、エアコンがね必須な中、こういう快適になれると非常に良かったなという回でした。それではまたご覧ください。ありがとうございました。バイバイ。